今日は皆さんがね、例えば家族の人、お友達、働いてる仲間とか部下とか上司とかいろいろありますよね、人間関係が。そこの中でね、思うようにならない、自分がこういろいろ指導したりいろいろしてあげてもそれに応えてくれないとかありますよね。それがイライラしたりとかしません？これでね、ものすごくいいっていうか当たり前のことなんだけども、なかなかそうならない。例えばすごく熱量を持っていろいろ話してあげたり指導したりしても全然それが叶わないってこと多いと思うんですよ。だからそういう人間関係で大事なことっていうのを今日話したいと。それはね、本で読んだんですけども、その昔にインドの山奥にある村であった本当の出来事ね。ある村のあるおじいさんがいて、そのおじいさんにどんな相談しても悩みを打ち明けてもみんな解決する、有名なおじいちゃんがいて、そのおじいちゃんの家にはもう毎日雨が降っても風が吹いても必ず何人も人が並ぶんだそうですよ、村人が。もうそれも隣の村からも並んでくるそうなんですね。どんな相談もしてその小さな家から出てきたらみんな笑顔になって帰っていくって言うんですよ。すごいじゃないですか、それ。なんかで、そうこうしてたらおじいさんが老衰で亡くなってしまったそうなんですね。そしたらその一人娘さんが遠くの村にお嫁に行ってて、当然お葬式するから娘さん帰っていたね。その村の村長が亡くなった時より人が集まったっていうぐらいのいっぱいになったって言うんですよ。で、もしの娘さんが挨拶しないといけない。それ娘さんこう言ったって言うんですよ。私の父がこんな長生きできたのはね、こんなたくさんの皆さんの一人一人のおかげでいい人生だったと思います。ありがとうございます。口も聞けない耳も聞こえない私の父に長い間ありがとうございました。そうなんですよ。これどういうことか分かります？そのおじいさんはどんな人が相談に来て泣いたら一緒に泣いてやって、喋ったら全部うなずいてやって、落ち込んでたら肩をさせてやった、それだけしかやってなかったって言うんですよ。要するにね、聞いてあげるだけだったって言うんですよ。この話作り話じゃないんですよ。中国の古典に出てくるやつなんですけどね。結局僕たちってどうしてもやっぱ自分の意見を押し通そうとしたり相手を変えようとしたりするじゃないですか。でもそのおじいさんは耳も聞こえなくて口も聞けない、だからアドバイスもできないでしょ。でも一緒に泣いてやって、一緒に肩を組んでやって、一緒に笑ってやってうなずいてただけだったって言うんですよ。これどうでしょう？なんか僕人間関係でね、大事なことだと思うんですよ。自分が部下を指導したいとか、自分の家族を思うようにしたいとか、いろんなことあるよね、人間関係って。でも結局はそのおじいさんの話じゃないけど、やっぱり聞いてあげること、同調してあげること、そこに寄り添ってあげることっていうね、これが非常に大事だということじゃないですか。その娘さんが口も聞けない耳も聞こえないお父さんをこんなたくさんの人が支えてくれてたんですねっていうもしの挨拶でみんな愕然としたって言うんですよ。ただうなずいてさせてくれて一緒に泣いてくれてただけだったのに、帰る時はもうみんな元気になって帰ってたっていうんですからね。やっぱこれは僕たちが忘れてはいけない大事なことじゃないかな。その人間関係で悩んだり、自分の子供さんとか自分の親とか自分の仲間とか自分の部下とか上司をコントロールしようとするんじゃなくて、寄り添ってあげるというか聞いてあげるっていうね、これがやっぱり、今の時代特に大事なんじゃないですか。皆さんがもし人間関係でちょっと悩んだりつまずいたら、僕のこのことを思い出してその人の話をよく聞いてあげようと、その人の立ち位置に降りていってあげよう、そして寄り添ってあげようという、そういう気持ちがあればほとんどの人がハッピーになれると。基本ね、人は変えることできない。自分の言葉は相手に届かない。このね、大前提で頑張るしかないんですよね。変えようとすると見返りを求めたり、これだけしてやったのにっていうそのギブアンドテイクな気持ちが起きたりするでしょ。だからそれよりもこれよりもそのおじいさんみたいに一緒に泣いてやって、一緒にうなずいてやって、一緒に笑ってあげるっていうことがどれだけ人としての関係を良くするかっていうことですよね。ぜひ参考にしてみてください。またお会いしましょう。